節に合わせて3種類の豆を使ったインドのパンジャブ地方発祥のダルマカニを作ります。じっくり煮込んで煮崩れさせるダルマカニは、レンズ豆を使ったダールよりもクリーミーで、トマトの酸味と生クリーム、バターのバランスが絶妙で、とっても大好きなインドカレーです。レストランで食べるような味に仕上げるために一つだけ守りたいことがあります。これは作りながら説明しますね。そして、インド料理は料理名のヒンディー語を読み解くと、どんな料理かイメージできるので、改めてインド人夫に聞いてみました。ダルはレンズ豆などの豆のことで、マカニの語源はヒンディー語でマカン、バターという意味だそう。そう、これでわかりましたね。つまり、バターを使った豆カレーなのです。では、早速その作り方を見ていきましょう。メインはこのウラッドダルを使います。別名ブラックダルとも呼ばれています。3、4人分の分量で、ウラッドダル 80g を用意します。次にラジマを 30g。ラジマはキドニービーンズのことです。最初に煮崩れさせると言いましたが、このラジマが煮崩れするとポタージュのようになり、良い働きをします。次にツールダルを 20g。これは北インドでは冬に食べることが多い豆だそう。夏に食べるとほっと、少し重いと夫も言っています。撮影している今は冬なので加えていますが、夏に作るときは入れません。というより、購入したツールダルは寒い時期に食べきって、夏場は買わないといった感じです。この豆をよく洗います。できれば作る前の晩に水につけて一晩置いておくと、豆が水を吸ってふっくらし、茹で時間も短く済むのですが、急に作ろうと思い立っても作れる、ちょっとした裏技があります。それは、このように豆同士をすり合わせるように洗い、豆の表面に傷をつけるやり方です。その豆の表面の小さな傷で吸水しやすくなり、茹でをサポートしてくれます。小豆から作るあんこ作りのようですよね。豆の汚れもきれいに取れるので一石二鳥です。水がきれいになるまで洗ったら圧力鍋に移します。本場インドでは大きな鍋でじっくり数時間かけて豆を茹でると滑らかなダルマカニに仕上がると言われていますが、ご家庭では時短で作れる圧力鍋で十分美味しく作れると思います。豆の高さの3倍の高さまで水を入れます。これは一晩浸水していないからです。浸水してある場合は豆の高さの約2倍の高さまで水を入れればちょうどよく茹でられます。そしてホールスパイスも一緒に加えて茹でます。ベイリーフ2枚、シナモン大きめ2かけ、ブラックカルダモン2個、グリーンカルダモン3つに、ニンニク3個と生姜スライス3枚を入れます。後で潰すのでホールのままでも圧力鍋なら大丈夫です。そして塩小さじ1と色付けにデギーミルチを小さじ1/2加えてよく混ぜます。あとは蓋をして最初は強火にかけ、シュッシュと圧力がしっかりかかったら弱火にして20分茹でます。その間に別のフライパンでタルカを炒めます。今回はスパイスを使わないニンニクと生姜を効かせたトマトのタルカです。フライパンにギー大さじ1と油大さじ1を入れ、しっかり温まったらすりおろしたニンニクと生姜を各小さじ1ずつ加え、玉ねぎ少量をみじん切りしたものを加えてさっと油全体に行き渡らせます。玉ねぎの量は中サイズの1/4個程度で大丈夫です。1分くらいやや弱めの中火で炒めたら、トマト缶半分の約 200g を加えて手早く全体に行き渡らせます。全体を混ぜられたら蓋をして、最初は中火にかけ、トマトの水分が少し減ってきたら弱火にし、蓋をしたまま10分ほど炒めます。時折かき混ぜますが、放置で大丈夫で、10分くらいするとこのように油が分離してきます。これが炒め具合、OK のサインです。次は茹で上がった豆を見ていきましょう。どうでしょう？豆が煮崩れしているのが確認できたら、最初に入れたホールスパイスはこの時点で取り除きます。ニンニクと生姜は一緒に潰していくのでそのままにしておきますよ。取り除けたら私の相棒の出番です。
チャパティの生地を伸ばす麺棒です。これで豆を潰してもっとクリーミーにしていきます。この時、ニンニクと生姜もしっかり潰しておきます。潰せたらトマトのタルカに豆のスープを移します。豆の鍋にトマトのタルカを入れてもどちらでも大丈夫です。やりやすい方でどうぞ。よく混ぜたら弱火にかけ、全体が一つになるように潰しながら煮込みます。ちなみに水分を飛ばしたいので蓋はしません。逆に豆の茹で上がりが水分が少ない場合は水を適量加えてくださいね。8分ほど煮込むとどうでしょう。なかなかのクリーミーなスープができたのではないでしょうか。これからようやく味付けです。最初にお伝えしたレストランのような味に仕上げるためになるべく守りたいといったことですが、それは生クリームを使うことです。生クリームは買っても全量使わないため、余ってしまうのが困るポイントだったので、代わりに牛乳を使って作ることもあるのですが、やっぱり断然生クリームの方が美味しいです。コクとマイルドさが加わって、味がとてもリッチになります。量は3回しほど入れます。そして、クミンパウダー小さじ1と、ガラムマサラ小さじ1/2。そして、カスリメティ小さじ2を手ですり合わせて加えます。さらに、私たちは辛いのが好きなので、レッドチリパウダーを小さじ1加えます。もしかしたら、使用するスパイスが少ないなぁと思った方もいらっしゃるかもしれません。ですが、ダルマカには、あまりスパイスが多すぎても美味しく仕上がらないのです。私はこれがスパイス料理の楽しいポイントだと思っています。スパイスの足し算、掛け算だけでなく、引き算することで想像以上の美味しさが生まれるのです。そして、全体をよく混ぜて 2、3 分煮込んだらバターを 20g 加えます。そう、マカン 20g ですね。バターが溶けたら味見をして、塩加減と辛さ加減を整えます。そうしたら、ついにダルマカニの完成です。最後の美味しい瞬間は映像でお楽しみください。